皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はフォアのロビングについてお話ししていきたいと思います。ロビングっていう言葉でしかこのロビングの表現はないんですけど、実際は打ち方としてはいろんな打ち方があるので、それを紹介していきたいと思います。ミスを減らすこともできるので、ぜひ覚えてください。はい、それではフォアのロビングについてお話ししていきたいと思います。まずですね、どのショットに対してもフラットとカットっていうものがあります。上から打つショットでもフラットで打ったりカットで打ったりっていうのがあると思うんですけど、これはロビングにおいても例外ではありません。なのでロビングにおいてもフラットで打つ打ち方、カットで打つ打ち方っていうのがあるので、特にフォア側っていうのはそれを使い分けていく必要があります。だからこのフォアでね、このフラットで打つ打ち方しか知らない人っていうのは結構ミスをしてしまう可能性が高いです。だからフラットとカットして打つロビングの打ち方を覚えてですね、使い分けてほしいなと思います。フラットっていうのは力がそのままダイレクトに伝わるので力でコントロールしていく必要があります。でカットっていうのは切っていくので力がダイレクトに伝わりません。その分この切る方向によってコントロールとかができます。なので、その打ち方ですね、その打ち方の違いっていうのをまず理解してください。はい、次にグリップなんですけど、グリップはですね、例えばダブルスをやるんであれば基本的にこのロビングを上げた後、バックハンドで構えてですね、こうレシーブしていく、フォア側に来てもバックハンドでこう打っていったりすることがあるので、基本的にはバックハンドで打てた方が都合がいいかなと思います。で、実際そのロビングを打つ時にこのカットで打つ打ち方であれば、バックハンド持ちの方が打ちやすかったりします。フォアハンドグリップで持っても打てるので、どっちでもね打てるように練習してほしいなと思います。バックでも打てるしフォアでも打てるっていうふうに覚えておいてください。はい、それで次に振り方なんですけど、振り方はですね、まずフラットで打つんであればそのまま面をシャトルに対してまっすぐ当ててそのままこう振り抜いていく、こういう感覚でこういう感覚で振り抜いていくことが多いと思います。でこれがですねカットになるとラケットの面がですねこう返していく動きじゃなくて面の向きがですねこの上のままこういう形で振っていきます。このままです。面がずっと上を向いたまま、右下から左上に向かって振りながら打っていく、こういう打ち方ですね、動きになっていきます。でどっちの動きもですねこの腕の回旋運動がすごく必要になってくるので、この回旋運動が使えないとどうしても手打ちになってしまうんですね。でその手打ちになってしまうとコントロール力とかパワーとかが少し出しにくくなるので、基本的にはこの回旋運動が使えるという前提でぜひ覚えてほしいなと思います。でカットする場合はこの手首のこう横に動かす動きですね、こういう動き、こういう動きを打つ瞬間にインパクト、この動きと回旋の動きですね、この感覚でこの感覚、こういう感覚で強く振っていく打ち方になっていきます。はい、それでは実際に打っていきたいと思います。まずフラットから、やっていきます。じゃあお願いします。フラット、まっすぐ当てていきます。フラット、フラット。はい、じゃあ次にカットいきたいと思います。これはですねグリップをバックハンドグリップにしてロブを打っていきます。当て方としては右後ろから左上に向かって切るように当てていきます。はい、じゃあお願いします。はい、打ち方の違い分かったでしょうか。これをねまずしっかりインパクト作って当てられるようにしてほしいなと思います。
はい、じゃあ使い分ける場面を説明していきたいと思います。まずフラットで打つ場面っていうのは、余裕があってしっかりね余裕があって打てるとき、シャトルを自分でコントロールできるようなときは全然フラットで大丈夫です。でカットを使う場面っていうのは、例えば後ろからスマッシュ打ちました、前に早く出ながらロビングを打たなきゃいけないときに、この前に出てくる勢いでついついロビングがねアウトしてしまう場面っていうのも結構あります。そういう時にカットしながら打つことによって飛びを抑えたりすることもできます。あと床際の球ですね、床際の球をロビングしたい時にフラットで打とうとするとこの隙間がないのでなかなかね強い球を打つの難しくなるんですけど、少し横からカットしていくことでロビング打つことできるのでそれをやっていきたいと思います。じゃあ後ろからスマッシュって前に落とされて前に出ながら打つ場面の例をやっていきたいと思います。じゃあお願いします。ラスト。はい、っていう感じで、ロビング打つときに切りながら打つことによって飛びを抑えることができます。はい、じゃあ次、今度床際の球ですね。床際の球をロビング打つのをやっていきたいと思います。お願いします。はい、っていう感じで床際の球を横からすくい上げて打つような打ち方でロビング打つこともできるので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今のロビングをですね応用して、このバックハンドグリップでロビングを打つのを応用して、ダブルスにおいてでもですねフォア側に来たスマッシュレシーブをですねフォアに持ち帰ることなく、このバックハンドで打つっていうのをやっていきたいと思います。で、このバックハンドグリップで持った時は、このバック側に来た時は基本的には最初、ノーマルの状態だとフラットの状態で打てると思います。でもバックハンドグリップでフォア側に来た球っていうのはスタートからカットの状態なので、このカットの状態からまっすぐ強くインパクトをうまく当てられるようになると、そのままレシーブすることができます。まっすぐ振りながらこの面の角度の方向にシャトルが飛んでいくので、ちょっと見てみてください。じゃあやっていきたいと思います。まずバック側の方に来たのを次レシーブでフォアで打つ。次バック側、バックフォア、次バックからフォア、バックフォア、バックフォア、バックフォア、はい、OK です。このままこう当てていきます。こう当てていきます。こう当てながらロビングすることもできるので、そのまま面を返していけばフラット寄りになるので、ドライブっぽく打ちたければちょっとここで面を返す、まっすぐ振っていけばカットしながら、ロビング打つことができます。ただカットしながら打ってるので相当パワーとインパクトを作っていかないと、後ろまでしっかり飛ばないので、このインパクトをしっかり作れるように、ぜひやってみてください。はい、以上がフォアロブの説明でした。いかがでしたでしょうか。なかなかねフォアでロビング打つときに打ち分けている人っていうのは本当に上級者レベルじゃないと使い分けている人いなくて、ぜひね中上級者、中級者初中級者でもぜひ打ち方を覚えて、羽っていうのはボールじゃないのでちょっとねいろんな打ち方で飛ばすことができるよっていうのをねぜひ覚えて、シャトルのこの打つ感覚っていうのをぜひ掴んでほしいなと思います。また動画上げていきたいと思いますので、よかったら参考にしてください。それではさようなら。